こんにちは、東北キリトンです。今回も、パスポーンの作り方の続きで、ピースをサクリファイスしてできるパスポーンや、その他のケースについて見ていきます。ポーンマジョリティから、パスポーンができる場合が多いですが、パスポーンは、様々なケースからできます。白が G5 とした39手目の局面です。黒は H テイクス G5 が最善手ですが、私は H5 としました。ビショップのサクリファイスから白はパスポーンを作りました。黒が勝てる状況ではありますが、先ほどのようにピースをサクリファイスしてパスポーンができる場合があるため注意しましょう。黒がビショップ F3 とした54手目の局面です。H テイクス G6 とすれば H ポーンがパスポーンとなるため白が勝てます。ビショップ G6 を取らなければビショップテイクス H7 とされ、やはり H ポーンがパスポーンになります。私が黒ですが、一番の敗因はビショップが G6 ポーンを取ってくる可能性に気づいてなかったことです。今後注意したいですが、何度か失敗してみないと気づきづらいように思います。パスポーンができるその他のケースを見ていきましょう。白がクイーンテイクス E5 とした17手目の局面です。この時点ではまだパスポーンがありませんが、E ファイルに黒のポーンがなくなったため、F2 ポーンがパスポーンとなりました。局面の流れで自然にパスポーンができる場合もあります。C2 ポーンはパスポーンになっており、このようにパスポーンができる場合もあります。パスポーンを作るというより、コマ交換からパスポーンができるケースです。黒がキング F8 とした46手目の局面です。前方のポーンがなくなり、B4 ポーンがパスポーンになりました。このように、前方にある相手のポーンや、隣のファイルのポーンがなくなることにより、パスポーンができる場合もあります。どのような方法であっても、パスポーンができれば、勝敗に影響を与えてきますので、パスポーンができることに注意しましょう。黒が E5 とした21手目の局面です。白が D テイクス E5 とすれば D5 ポーンがパスポーンになり、白が黒の E5 ポーンを取らなければ E4 で E4 ポーンがパスポーンとなります。パスポーンがどのようにできるかの参考例です。黒がキング G7 とした38手目の局面です。まだパスポーンができてませんが、ポーン交換により A3 ポーンがパスポーンとなりました。状況次第ですが、パスポーンが勝敗を左右することは多いです。A ファイルのパスポーン昇格を防ぐため、黒のルークは動きを制限され、白が優勢となりました。
白がルーク B1 とした26手目の局面です。白の A3 ポーンはパスポーンですが、駒交換により、白はパスポーンがなくなりました。このような場合もある、という一つの例です。今回は、パスポーンの作り方というより、パスポーンのでき方でしたが、パスポーンがどのようにできるか、知っていて、損はないでしょう。パスポーンができたら、パスポーンを昇格させることが、一つの戦略となりますが、パスポーンを昇格させることについては、特にお伝えすることがないため、次回は、ポーンマジョリティを考える、について解説いたします。以上となります。ご視聴ありがとうございました。